皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。ウクライナ軍がロシア領へと逆侵攻することによって状況には大きな変化が生まれました。特にロシア国内の世論に波風を立たせることに成功したと言えるでしょう。一方においてプーチン政権は現在の状況を打開するべくより多くの兵士を軍へと求めています。ただしそこには大きな歪みが発生するでしょう。今回はロシア国内における変化について取り上げていきます。その前に、まずは戦況の確認からしていきましょう。解説に使う地図は戦争研究所の発表しているものを用いています。赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領です。そこに必要な文字やポイントとなる場所について印を私がつけています。全体の状況なのですが、クルスクの戦いにおいてはウクライナ軍が優勢です。兵士の数それ自体で言えば、すでにロシア軍の方が多くなっているのですが、多くの徴集兵を抱えた部隊が点在しており、これらの部隊は非常に戦闘力が低いことから、ウクライナは優勢に戦いを進めることができています。一方で、ウクライナの東部戦線においては、ロシア軍の攻勢が続いており、ウクライナ軍の苦戦が続いています。こうした状況の中で、クルスクの戦いはロシア国民にとっては新たな状況のため、自分たちの国が攻められているということに動揺する人たちと、しかしそれでもなお無関心である人たち、これが混在する状態となっています。プーチン政権は新たな戦域に多くの兵士を投入するために兵士募集キャンペーンの強化を打ち出しています。このことについては動画の後半で解説します。続いてクルスクの戦いの詳細。前日から比べると軍司令部を置いたスジャの町から少しウクライナ軍は前進し安全地帯を確保しつつあります。一方でこれの場における戦いは現在もなお継続中です。現在もなおロシア軍部隊は粘っているようですが、援軍や補給物資を届けようとした後続の部隊に対するウクライナ軍の攻撃は成功し、これの場における戦いもウクライナ軍は優勢です。そして前回の動画でお伝えしたこれの場よりもさらに西、橋を落とした件についてロシアがアメリカを批判しています。橋を破壊するのに使用した兵器が欧米から供与された兵器であり、これをロシアが批判したのです。こちらの写真は破壊される前の状態。橋にはすでに4つの穴が開いています。これはハイマースによる射程80キロ程度のロケット弾による攻撃です。穴は貫通しており、この時点ですでに戦車や重量物を乗せたトラックは往来することができないような状態になっていました。そこにとどめを刺したのがアメリカから供与された JWER 滑空爆弾です。ロシア軍も滑空爆弾は使うのですが、アメリカ製のこの滑空爆弾の方がよりピンポイントに狙ったところを破壊できるとして性能としては上だとされています。ウクライナは空軍による攻撃によって橋を落としたと発表しており、破壊される瞬間の映像公開も行いました。映像が残っているということはドローンが対空監視を続けており、そのドローンを落とすことができないということから、この地域にロシア軍の防空体制が整っていないことも表しています。そしてこちらが昨日お伝えした通りの橋が崩落した後の様子です。アメリカが供与した兵器によって橋が落ちたわけですが、それを批判するロシアというのはちょっと滑稽なものです。少なくともロシアも北朝鮮やイランといった国から多くの兵器類などが届いており、これら供与兵器を使っています。自分のことは棚に上げて相手を批判するというのがロシアのよくある姿です。クルスクの戦いにおいては劇的な変化としてはこの1日ではありませんでした。しかし周辺部における戦いは散発的に起こっており、これに伴って避難する人の増加、そしてお隣の州ベルゴロド州においても国境周辺の集落に対して自主的な避難かもしくは外部から人が入るのを完全に遮断する動きがロシア側で起こっています。国境周辺には大きな町はないのでたくさんの避難民が出るわけではありませんが、数百人単位での避難民が次から次と起こることによって塵も積もる場でより多くの人数へと膨らんでいくこととなります。そしてクルスクの戦いにおける非常に重要なことがあります。それは軍事的な話ではなくてどちらかというと政治的な話。プーチン大統領は
自国が攻められたらあたかも核兵器を使うような話をこれまで繰り返してきました。しかし、現在クルスク州においては、ウクライナの制圧地域は1000平方キロメートルを超えています。これは東京23区、それよりもさらに多くの土地を制圧下に置いていることとなります。しかし、現在のところ核兵器は使用されていません。ですが、プーチン大統領が核兵器を使ったらどうするつもりだというような批判やもしくは単純な疑問として思い浮かぶ人はいるでしょう。こればっかりははっきり言えば、プーチン大統領がいつ核兵器を使うかは彼自身にしかわかりません。他の誰にもそれを予想することはできないでしょう。核兵器を使用する際には、彼だけではなく、国防大臣なども当然のように息を合わせなければならないわけですが、おそらくノーは言えないでしょう。少なくともプーチン政権というのは民主的に選ばれた政権ではありませんから、プーチン大統領にノーを言える人物がいるとはちょっと思えません。ですから、ウクライナによるクルスク州への進撃というのは、プーチン大統領の核兵器の脅しという外交カードを今まさに潰している最中だとも言えるのです。これの一体何が重要かといえば、逆のことを考えてみてください。核兵器による脅しによって侵略されている国が完全に服従するといったことが起これば、同じようなことを考えるよからぬ国というのが後に続いてしまうこととなります。現在のウクライナは少なくとも抵抗しているわけで、多くの国から軍事支援も受けています。しかし、核兵器の脅しによってこの軍事支援すらも他の国々が引っ込めてしまえば、これもまたやはり後のように、核兵器で脅せば侵略する相手は誰からも援護を受けられないんだなというのが、やはり同じような形で残れば、別の国が別の国を侵略するときに同じことを想定するわけです。例えば中国が台湾に攻め込む際に核兵器で脅して台湾に軍事支援する国に対しては漏れなく核兵器を撃ち込んでやるなどといった話を行って、これが通用する社会というのは軍事力を持つ、特に核兵器を持つ国が侵略やり放題みたいな話になってしまうわけです。だからこそ現在通常兵器で戦っているウクライナ軍に軍事支援を行ってこのような悪しき前例を作らせないといったことは非常に今後の歴史にも影響を与える出来事なのです。とはいえ、現在のロシア軍なのですが、東部戦線で攻勢に出つつ、さらにクルスクにおける戦いでも、ウクライナ軍を排除しようと思えば、さらに多くの兵士を必要としています。しかし、今のところの状況で言えば、クルスクにおける戦い、数はロシア軍の方が多いのですが、全くウクライナ軍が後退する様子もないことから、明らかに兵士の質は非常に低いものだと考えられます。この上さらに兵士を集めようということで、今プーチン政権は様々なことを行おうとしています。まず第一に失業者をみんな軍へと突っ込んでしまえばいいじゃないかといった議論が現在ロシアの下院議会において行われています。法律としてこれを制定するのかどうかというのはちょっと今のところ見えないのですが、少なくとも行政に対する指示は出ているようで、ロシアにおける失業者に対する職業斡旋などにおいて、まずは軍の徴兵事務所に面接に行きなさいと勧められるそうです。そして面接に行かないなどの態度が見られた場合、失業給付などを打ち切るなんていう話もすでに発生しているそうです。ただ、これは法律ですでにそういった話が出ているわけではないので、いわば行政の暴走ではないかといったこともロシア国内では報じられているそうです。ただしこれは今は非合法であったとしても、これからは合法的に行うべく法律が制定されるかもしれません。そしてロシアは連邦国家であり、中央政府以外にも各地に何々共和国といったそれぞれの構成国があります。これは地方自治体みたいなものだと思ってください。プーチン大統領としては兵士を集めるために非常に多額の一時金を提示することによって、特にお金に困っている人たちを軍にかき集めようとしています。このことについては以前からずっと行われてきたのですが、もっともっと多くの兵士をということもあって、どんどんとその一時契約金は上がってきています。国営放送においてはたびたびそうした兵士募集キャンペーンの広告が入るそうです。ただ、ここにもすでに歪みは出始めています。それはいくら中央政権が契約一時金をもっともっと上げろと葉っぱをかけても、それぞれの地方においてはもはやお金が全く追いつかないといった状態が発生しているのです。例えば日本において最もお金持ちの行政区はどこですかといった話になれば、大体東京になるでしょう。今回東京都を例にすれば、ロシアにおいて非常にお金がある
町といえば、それは首都モスクワです。モスクワにおいては一時契約金として190万ルーブルといった数字が出てくるのですが、一方において地方自治体のお金のないところでは5万ルーブル程度の契約一時金しか用意できないというのです。ある田舎の町で軍と契約したら一時金は5万ルーブル。大都会モスクワに行けば190万ルーブルといった具合にして大きな差が生まれるわけです。このことを反映してモスクワにおける兵士の契約、その内容についてもかなり歪な内容となっています。人口が多いモスクワなので兵士の契約をする人もいるわけですが、その内訳としてはその8割が地方民だというのです。先ほども述べたように契約一時金の額が地方によって全く異なるといったところから、最も高い金額がもらえる町へと多くの人たちが集まっているというのです。ただし、契約一時金を上げてきたその理由というのは、少ない額だともう集まらない。だったらもっと高くしよう。それでも集まらない。もっと高くしようという、その連続によって現在、契約一時金が上がってきたのであり、これも限界は近づいているでしょう。少なくとも地方自治体がもう契約一時金を開ける、その財政的な余力がないと泣きついているような状態ですから、構造的に破綻する未来しかないように見えます。ちなみにクルスクの戦いにおいては、ウクライナ軍は多くのロシア兵を捕虜にすることに成功しています。これら捕虜の人たちなのですが、一旦ウクライナに送られた後、これらの人たちがロシア本国の親元へと電話することが許されます。その理由というのが、親に連絡させて、その親を通じてロシア政府に捕虜交換を呼びかけるような動きへとつなげようとしているのです。こうしたウクライナ側の動き、利点が2つあります。まず第一に直接的にロシア軍に囚われたウクライナ兵士を取り戻したいという願いがあります。捕まったウクライナ兵はロシアにおいて多くの拷問を受けており、これはウクライナ側の報告だけではなく国連の調査においても同様の話になっています。また、捕虜になった兵士から親元へと電話させることによって、その親の動揺をも誘うことができます。そのような人物がいわゆる反戦活動家へと転身してくれれば、ウクライナとしては嬉しいわけです。昔の戦争ではありますが、ソ連時代においてアフガニスタン侵攻があり、多くの兵士が死傷し、それに伴ってその親たちの反対運動といったものが政権に影響を与えたと言われています。それが現代においても同じように起こってほしいと考えるのは別に不思議な話ではないでしょう。ウクライナ軍によるクルスクへの進撃というのはこのようにロシア国内におけるお金の動きやもしくは人の心の動きといったものにも波紋を投げかけています。これが少しでもウクライナにとって良い変化をもたらしてくれることを願いましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。このチャンネルでは地上波のテレビ放送ではあまり触れないようなことにも積極的に情報発信をしています。他の国では報じられているんだけれども日本では報じられていないといったことは結構あるものです。ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。それでは動画が見終わった方は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。また役に立ったなであるとか情報の更新できたなと思う方は他の方にチャンネルをお勧めしたりスーパーチャットで応援してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。